今日は台湾カステラのクリームサンドを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は台湾カステラのクリームサンドを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、台湾カステラにクリームをたっぷり挟んだ美味しいスイーツをご紹介していきます。台湾カステラは出来たてで食べるのも美味しいんですが、今回は冷やして仕上げていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに台湾カステラの材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、薄力粉、牛乳、お砂糖、サラダ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まず卵に関しましては、こちらは M サイズの卵を使用していきます。そしてサラダ油ですね。こちらは米油や香りのない油で代用していただいても OK です。お砂糖に関しましてはグラニュー糖でも大丈夫です。グラニュー糖を使っていただくとすっきりとした味わいに仕上がります。今回のようにお砂糖で作るとコクのある仕上がりになります。それでは続いてクリームの材料をご紹介します。材料はこちらです。生クリーム、お砂糖、こちらの2つの材料で作っていきます。生クリームに関しましては今回動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用していきます。この生クリームはお好みのものを使用してください。そして甘さもお砂糖でつけていきます。こちらの糖類はお好みの糖類を使って作ってみてください。そして今回は15センチのスクエア型を使って作っていきます。こちら底付きタイプの型になります。湯煎焼きするので必ず底付きタイプを使用するようにしてください。そしたらですね、オーブンシートを正方形に切ってください。このように置いた時に肩からだいたい 1.5 センチから2センチぐらいですね、そのぐらいシートが出るように切ってください。そしてこのようにね、4箇所切れ込みを入れます。こんな感じです。そしてこれを中にね、敷き詰めておきましょう。この短い方は必ずね、後ろ側に敷き詰めてください。はい、OK です。型はこのようにあらかじめ準備しておきましょう。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずはじめに台湾カステラの生地から作っていきます。卵を白身と黄身に分けてください。白身は泡立てますので大きめのボウルに割り入れましょう。そして卵黄はこちらに入れてください。それでは残りの卵も同じように分けていきます。はい、このように分けてください。そうしましたらこちらの白身はですね、使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。そうすることで泡立ちが良くなります。それでは続いてサラダ油を耐熱のボウルに入れてください。サラダ油を電子レンジで温めていきます。この後ですね、薄力粉を加えていくんですが、温めたサラダ油の中に薄力粉を加えることで薄力粉が水分を含みやすい状態になります。よって台湾カステラのようなふわふわしっとりな生地に仕上げることができます。ではこちらをですね、このまま電子レンジ 600W で50秒加熱します。はい、50秒加熱しました。そしたらですね、続いて薄力粉をふるって加えます。薄力粉は必ずふるって加えるようにしてください。そして薄力粉を加えたら手早く混ぜましょう。ダマができないように滑らかになるまでしっかりと混ぜてください。それでは続いてこちらに牛乳を加えていきます。この牛乳もですね、必ず温めて加えるようにしてください。電子レンジ 600W で40秒加熱します。はい、加熱しました。そしたらこちらを加えていきます。一度に加えちゃって OK です。そして手早く混ぜましょう。牛乳もね、加熱していただくとこちらもふわっとしっとりな仕上がりにすることができます。はい、 OK です。このようにしっかり混ぜてください。今ね、生地の硬さはこのぐらいです。タラタラタラっとつながって流れ落ちるぐらいの感じになってます。それでは続いて卵黄を入れていきます。こちらは1つずつ入れてください。1つ入れたらよく混ぜます。一度に入れるとね、生地の混ぜムラの原因になりますので、必ず1つずつ加えてください。卵もですね、常温に戻したものを使用してください。そしてよく混ざったらまた1つ入れます。そして混ぜます。また1つ加えてください。そして混ぜます。そし
して最後もう一つ加えてください。そしてよく混ぜます。卵黄の生地はこれで OK です。先ほどよりもね、緩くなった生地感になってます。こちらは使うまでこのまま置いといてください。では続いて卵白を泡立てていきます。まず何も入れない状態でハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。はい、今30秒泡立てました。そうするとこのように粗い泡が立ちます。そしたら続いてお砂糖を半分加えてください。大体で OK です。そしてまたハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。はい、OK です。そうするとこのように柔らかい角が立ってすぐお辞儀するぐらいの硬さになります。そしたら残りのお砂糖を加えてください。続いてこちらをハンドミキサーの高速で20秒泡立てます。はい、OK です。20秒泡立てました。先ほどよりもちょっとね、角の高さが高くなって、そしてピュンとお辞儀するぐらいの硬さになります。このぐらいですね。このぐらいになったら最後は低速で仕上げます。ハンドミキサーの低速で1分泡立てます。はい、OK です。今1分泡立てました。そうするととてもきめの細かい仕上がりになります。さらにメレンゲにツヤも出てきます。角はですね、このぐらいですね。先ほどよりでちょっとしっかりめになってるんですが、角がちょっと折れるぐらいですね。このぐらいの柔らかさに仕上げてください。あんまりね、ここで柔らかすぎると膨らまない原因になります。逆に泡立てすぎると今度はね、焼いた時にすごく膨らんで、取り出した時にね、その反動でしぼみやすくなります。なので泡立てすぎも注意してください。それでは2つの生地を合わせていきます。まずはじめに卵黄生地の方にメレンゲを1すくい入れてください。そしてしっかりめに混ぜていきます。1回目はね、2つの生地をなじませるイメージでしっかりめに混ぜてください。はい、このぐらいですね。メレンゲの塊がないようにしっかり混ぜてください。そしたらもう一すくいこの中に入れます。そして2回目からは泡立て器を使ってふんわり混ぜていきます。このようにね、ボウルもくるくる回しながら混ぜてみてください。そうすると混ぜやすいと思います。はい、OK です。このようにね、タラタラタラと今生地がつながって流れ落ちるぐらいになります。それでは3回目ですね。3回目はメレンゲのボウルに移し替えます。そうすることで生地の混ぜムラを防ぐことができます。そしたら3回目もまず泡立て器を使ってふわっと混ぜていきます。このようにね、大きく大きく混ぜていきましょう。はい、OK です。メレンゲの塊がないのを確認してください。このようなふわっとした生地感になってます。そしたら最後はゴムベラに持ち替えます。ゴムベラで底から生地を持ち上げるようにふわっと混ぜてください。これは混ぜムラ防止です。泡立て器だけだとね、ちょっと下の方に生地が残りやすいので、必ず最後はね、ゴムベラで全体をなじませるようにふわっと混ぜてください。はい、OK です。今生地の硬さはこのぐらいです。持ち上げてタラタラタラと生地が流れ落ちて、そして落ちた生地の筋がですね、ゆっくり消えるぐらいですね。そのぐらいになってれば OK です。このぐらいです。それでは型の中に流し入れていきます。それでは流し入れます。はい、で流し入れたら少し高いところから 2,3 回落としてください。そして大きな気泡を取り除きます。そしたらですね、竹串でぐるぐるさせます。そして大きいね、気泡などを取り除きます。はい、OK です。それではですね、型が入るぐらいのバットを用意してください。そしてここにですね、ペーパーを 2,3 枚敷いてください。この上に型を置きます。そしてここにお湯を注いでいきます。だいたい80度ぐらいのお湯です。そこから2センチぐらいですね、そのぐらいのお湯を注ぎ入れてください。
はい、 OK です。それではこちらを150度に予熱したオーブンで60分焼いていきます。この焼き時間に関しましてはオーブンの種類によって適正な焼き時間が変わる場合があります。なので様子を見ながら調整してください。あとね、少しひび割れしそうな時は途中で扉を3秒ほど開けて空気の入れ替えをしてみてください。そしてですね、今回湯煎焼きでバットを使っていくんですが、バットがない場合は耐熱のココットなどにお湯を注いで一緒に焼いてみてください。そうすることで湯煎焼きと同じように焼くことができます。それでは焼いていきたいと思います。はい、焼き上がりました。このようにふっくら美味しそうに焼き上がってます。途中でね、もし表面がね焦げそうになってしまった時は上にアルミホイルをかぶせて焼くようにしてください。では型から取り出します。そしたらですね、まずちょっと高いところから一度落とします。そして熱い蒸気を抜いてください。そうすることでね、しぼむのを防ぐことができます。そして焼き上がったらすぐね、型から取り外します。それでは取り出します。よいしょ。取り出しました。そしたらオーブンシートを剥がします。よいしょ。この剥がした状態で冷ましていきます。冷ます時は表面が乾燥しないように上にふわっとキッチンペーパーをかぶせておいてください。それでは続いて台湾カステラを冷ましている間に生クリームを作っていきます。生クリームを泡立てる時は必ずボウルを氷水に当てて泡立てるようにしてください。ではこの中に生クリームを入れます。そしてお砂糖も入れてください。こちらをハンドミキサーでだいたい8分立てぐらいですね、ピンと角が立つぐらいまで泡立てていきます。はい、 OK です。このぐらい泡立ててください。そしたらですね、絞り袋の中にクリームを入れていきます。今回はね、このように丸い口金を使っていきます。そしたらね、こちら容器の中に入れて、そして口を開いてください。口を開いたらこの中にクリームを入れます。生クリームの準備はこれで OK です。こちらは使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。はい、台湾カステラが冷めました。このようにふわふわに仕上がってます。そうしましたらこちらまな板に置いてください。そしてこの台湾カステラを半分にスライスしていきます。スライスする時なんですが、このようにね、割り箸をスライスしたいぐらいの高さまで重ねます。そして両脇に置きます。両脇に置いたらこのままこの割り箸をガイドに切っていきます。そうすることでまっすぐね、綺麗に切ることができます。それでは切ります。手をね、切らないように注意してください。はい、切れました。じゃじゃーん。台湾カステラはこのようにふわふわに仕上がってます。そしたらですね、最後こちら作っておいた生クリームを絞っていきます。この周りの部分はだいたい5ミリぐらい開けてください。お好みのように絞ってください。あとはね、隙間がないように、隙間が空いたところにね、生クリームを絞ってください。はい、 OK です。このようにたっぷり絞ります。そしたら上に台湾カステラをのせます。そして軽く押さえましょう。押さえたらですね、一度このまま冷蔵庫で休ませます。そうすることでクリームと生地が馴染んできます。ではね、このまま冷蔵庫で一度30分ほど冷やします。はい、これで台湾カステラのクリームサンドの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにクリームたっぷりで美味しそうに仕上がってます。それでは切りたいと思います。はい、断面はこんな感じになってます。このようにふわふわプルプルです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。カステラがふわふわです。すごく美味しいです。そしてこのクリームがすごく合いますね。台湾カステラは出来たても美味しいんですが、このようにひんやりさせた台湾カステラもすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。
今回の台湾カステラのクリームサンドのポイントです。まず台湾カステラを作る時のポイントです。台湾カステラを作る時はサラダ油とあと牛乳を温めてください。この2つを温めて薄力粉と混ぜることで薄力粉が水分を含みやすい状態になります。そうすることでこの台湾カステラ特有のふわふわシュワシュワしっとり食感に仕上げることができます。そして卵黄に関しましては卵黄は1つずつ加えてその都度よく混ぜてください。そしてメレンゲを作る時のポイントです。メレンゲを作る時はまずはじめに何も入れない状態で泡立ててください。そしてある程度泡立ったらお砂糖を2回に加えて泡立ててください。そして最後は低速で仕上げることでとてもきめの細かい仕上がりになります。ここで注意していただきたいのが、卵白は泡立てすぎるとひび割れの原因になったり、あとは焼いてる時にすごく膨らんで焼き終わった後にその分その反動でしぼみやすくなります。なので泡立てすぎには注意してください。逆にですね、ちょっと泡立てが足りないと膨らまない原因になりますので、動画の泡立て具合を参考に作ってみてください。仮にもし泡立てすぎてしまった時は、最後3回目卵黄生地と混ぜる時に仕上がりぐらいの柔らかさになるまで混ぜてみてください。そして焼く時のポイントです。今回は湯煎焼きしてます。もし湯煎焼きのバットがない場合は耐熱のココットなどにお湯を入れて一緒に焼いてください。この焼く時なんですけれども、オーブンの種類によって適正な温度、適正な焼き時間が変わる場合があります。仮にですね、表面が焦げそうになってしまった時は上にアルミホイルをかぶせながら焼いてみてください。そしてですね、表面にひびが入りそうな時はその都度扉を3秒ほど開けて空気の入れ替えをしてみてください。そうするとひび割れしにくくなります。ただですね、どうしてもオーブンの種類によってひび割れしてしまうものもありますので、ひび割れに関しましては見た目の問題なので味には支障ないかと思いますので、そのまま焼いていただいても大丈夫です。もしね、綺麗に焼きたい時は扉を開けながら焼いてみてください。そして生焼けが心配な時に関しましては、焼き上がったら一度竹串を刺してください。この時にもし生の生地がついてくる場合は焼き時間を増やして調整してみてください。そして冷ます時はですね、型から取り出して冷ましてください。型の中に入れた状態で冷ますと焼き縮みしてしまいますので注意していただけたらと思います。そして台湾カステラを半分にカットする時なんですが、カットしたい高さに合わせて割り箸を重ねて、その割り箸をガイドにして切っていただくと綺麗に切れると思います。ただこの時ね、割り箸を押さえながら切ると包丁の刃先が指に当たってしまいそうになるので、指の怪我には十分に注意していただけたらと思います。そして最後、生クリームを絞る時なんですが、必ず台湾カステラを冷ましてから絞るようにしてください。そして絞る時はですね、周りをだいたい 5mm ほど開けるイメージで絞ってください。今回私はね、丸い絞り口を使ってますが、こちらはお好みのものを使用してください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は台湾カステラのクリームサンドを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。